起業っていうのは起業と起業してない状態分けてるからだと思うんですよね。それって Google に就職したいとかじゃあいい会社に就職したいみたいな思ってた時もあったんですけど、思った以上にいろんな人が応援してくれるっていうのは思いました。周りと同じことしてるなってずっと言われてました。よろしくお願いします。お願いします。今井さん、自己紹介というか、はい、お名前と一言お願いしてもいいですか。はい、わかりました。株式会社クラスルームアドベンチャー代表の今井善太郎と申します。今大学4年生で同時にこのクラスルームアドベンチャーという会社をやっています。クラスルームアドベンチャーはゲーミフィケーションといってゲームの力を使って社会課題解決をできないかっていうようなのを試しているチームになります。はい、TSG は去年の2024年に出られて、そうですね、最優秀賞を受賞されている。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。何かその時に感じたこととか変化とかってあったりしましたか。 TSG 優勝してからのちょうど今1年ぐらいなんですけども、本当に今までの人生で一番ぐらい変化が大きかったなというふうには思っています。今まではこうずっと友達と、サークルみたいな感じで活動してたのが、本格的にこう会社になってきたなっていう感じだし、お客さんも増えてきてやりたいこともいっぱい増えてきてっていう感じです。はい、今なんかこう挑戦しようと思ってることってありますか。 TSG で僕らの闇バイトをゲームで危険性を体験するっていうゲームのレイの失踪というのをリリースして、そこからかなり今もう都道府県でいうと40都道府県ぐらいに広まって、自治体とか国とかの連携も今1年ぐらいで始まってきて、かなりスピードがすごいなという感じで、もっとこう広めていきたいというのもありますし、もともと僕らのチームは1人アメリカ人がいて、で僕もなんか高校の時に海外に行ってたのもあって、なんか海外にもっと展開していきたいなっていうのがあるので、ここからの1年は海外展開みたいなのをチャレンジしたいなと思ってます。今井さんは昔海外に留学されてた、はい、ことですよね。なんかその時にこう今始めようと思ったことのきっかけみたいなのってあったんですか。僕中学校を卒業した後に高校3年間をカナダに行ってたんですけど、もともとその海外に行くきっかけになったのがなんか中学校を卒業した時に高校をこう選ばないといけないってなって、結構30校ぐらいこう学校見学行ったんですけど、なんか全然面白そうな学校がないなと思って、僕そんなに頭も良くなかったんで、なんかあったとしてもすごい偏差値70みたいなところで入れないとか思いながらやってた時に、ある多分親戚の人が留学とかもあるよみたいな風に言ってくれて、やってみたいという風に思って、僕普通はなんか留学のエージェントとかで頼むんですけど、何もやり方分かんなかったんで、カナダに行くってことが決まってて、治安がいいアメリカだって聞いたんで行きたいと思ってカナダに行くことが決まって、カナダ大使館に普通に入っていいのか分かんないですけど入って留学したいんですけどみたいな言ったら、なんかすごいその時の窓口の人が優しくて、この学校どうみたいな感じで言ってくれて、そこから決まったんですけど、今この教育の仕事をしてるんですけど、カナダでも現地の小学校で副担任の先生みたいなのを1年ぐらいやらせてもらったりとか、あとは現地の日本人に対しての日本語学校の先生やったりとか、結構そういうところで教育の活動みたいなものをやってたりして、それはなんか今にすごいつながっていて、教育の携わる中でもっとこういろんなことを教えていきたいみたいな思ったって感じですか。もともとは今もそうなんですけど、自分が教えたいことがあるっていうよりかは、新しい風みたいなのを教育の現場にもあった方がいいんじゃないかみたいなところで、小学校の時に僕は小学校は国立の東京学芸大学附属小学校っていうのなんですけど、すごい変な学校で、先生一人一人が大学の教員もやってるんですね。なんでその自分の論文のために自分の教室を持ってて、なんでモルモットだって僕は言われてたんですけど、例えばなんか全然授業ない先生とか、あと国語しかやらない先生とか、あとはなんか有名なんでちょっとそれのキーワードで調べて出てきますけど、教室内に貨幣制度を導入してる先生とかで、僕すごい貧乏だったんでその制度はあんまり好きじゃなかったんですけど、それぞれのその取り組みの良さとか悪さっていうよりかは、新しいこと試してるみたいな状態自体がすごく理想的だなというふうに思って、なんでもともと大学に入った時はそういう新しい取り組みをやっている先生とか、そういうのをなんか支援できるようなことがやりたいなと思って、教育の効果検証っていうのを学びたいと思って大学に入ったんですけど、そういうのやってるうちに、そんな遠いところから
援護射撃みたいにっていうよりかはまずは自分でやってみるべきでしょうと思って始めたのがこのクラスルームアドベンチャーでした。今やってみて得られてる実感というかありますか？いやまだまだ全然インパクトちっちゃいですけど、やっぱ応援してくれる人すごい多いなと思ってます。先生方も本当に普段からすっごい忙しいんで、新しいことやりたいと思っててもやれないこととかで、じゃあ闇バイトみたいなトピックもっと教えたいと思っても知らないこととかあるんで、そういうのを例えば民間の方からとかいろんな方向からこうお手伝いできたりとかご一緒できるのはいいし、ありがたがってくれる人も多いなと。これからフリップを使ってですね、今までのテンショングラフみたいなものを書いていただきたいなと思ってます。こんな感じです。はい、やめていただいてありがとうございます。そう、山が2つありますね。そうですね。これは何年間ぐらいの感じですか？小学校の時、そのなんかいろんな小学校すごい楽しかったって言ったと思うんですけど、小学校の時でなんか、中学校の時結構悩んで中二病になったりとかして、で高校の間、高校の間もちょっといろいろあったけど、で大学入ってで今って感じですね。はい、今ちょっと下がっている。今は上がろうと頑張ってます。しゃがんでます今。今じゃ踏ん張っているところですね。はい、ありがとうございます。大学で上がったのはやっぱりそういう仲間に会えてっていうとかもありますし、なんか大学受かって自分すごいみたいな調子乗ってた時期。なるほど、はい、一番最初にこの、授業に関わることでもいいんですけど、やったことって何ですか？一つはこの小学校の時の、いろんな先生がいて、好きな先生とか嫌いな先生とか、なんかそういうのができた時期で、学校って面白いなみたいな思った時が一つありますし、ネガティブって言うとあれですけど、中学校の時とかはなんかもっと楽しく、なんか自分勉強も苦手だったんでもっと楽しく学びたいなとか、学校ってどうにかならないのかなみたいな思った時で、大学で実際に勉強したいと本当は思って入ったんですけど、勉強より自分で動いてみたいみたいな思ったのが3つ目ぐらいですかね。そこがターニングポイントみたいな。じゃあ高い時も低い時もそれがなんか原動力になって、結構今の自分につながっている感じはあります。はい、ありがとうございます。今踏ん張ってるのはどんなことを踏ん張られてますか？やっぱ今は超ジャンプをしたいっていう感じで、ビジネスとしてお金持ちにもなりたいし、あとはなんかインパクトもめっちゃでかくしたいし、なかなかまだまだ分かんないこともいっぱいあるんですけど、頑張って踏ん張っていろんな人に応援してもらう期間でバッといきたいと思ってます。じゃあ次はですね、ちょっと丸×で答えていただきたいんですけど、その起業をもう諦めよう、やめようと思った瞬間があるかどうか。×かな。お、ありがとうございます。×ですね。はい。起業をやめようと思ったことはないと。はい。起業っていうのは起業と起業してない状態みたいのを分けてるからだと思うんですよね。それって辞めてる状態と辞めてない状態みたいな。僕の中ではどっちかっていうともう少し人生に近いもんで、どれぐらい何をやりたいかとか何やりたくないかとかなんで、最初も起業したいと思ってこの活動を始めたわけではないし、結局起業っていう状態が会社の設立の部分を例えばじゃあ指すんであれば、もうただただ契約がいっぱい必要になってきて、自分のハンコを押すのなんか怖くなったんで会社のハンコにしたみたいな感じですし、逆に言うとこれがうまくいってないなと思ったとしても他のことをずっとやり続ける人生ではあるような気はしてます。なんで辞めたい、それぞれのプロダクトこれ辞めたいとかめっちゃいっぱいありましたし、このお客さんとの仕事辞めたいとかはいっぱいありましたけど、辞めたいと思ったことはあんまりないんですよ。それこそ学生のうちに起業するみたいなところで、自分的に心のハードルとかはあまりなかったんですか？ありました。 Google に就職したいとかいい会社に就職したいみたいな思ってた時もあったんですけど、でもよく考えたら僕は実家が花屋なんですけど、なんで実家も親父も脱サラして花屋さんになって、で今の人生で自由な感じを手に入れて大変そうです。お花屋さんって朝4時ぐらいに市場行かなきゃいけないんで、朝4時ぐらいに毎日起きて夜も遅くまで働いてますけど楽しそうだなみたいなのを見てたんで、だんだんと自分でやっぱやれてることの喜びとか幸せみたいなところはすごい感じるようになって、今はあんまり心配はない
し、学生は本当に対抗で応援してくれるし、責任もあんまり求められないし、いいなと思ってます。企業に対してはあんまりマイナスなイメージとかはなく？全然ないですね。なんかお金稼ぐの難しいなとはなんかこう思ってますけど、思った以上にですけど、それ以外はやりたいことやれてるから楽しいなと思います。理想ってもともとそんななかったのかもしれないですけど、はい、なんかこうギャップ感じたこととかありました？いい意味でのギャップは、思った以上にいろんな人が応援してくれるっていうのは思いました。なんかこういうことやってるとか言うと、意外とみんなこんなに応援してくれるんだみたいな、いけすかねえなとか思われるかなとか思ってて、なんか僕はその友達とかに何も発信しないで、インスタとかにも載せずにずっと活動してたんですけど、意外とこういうことやってますとか言うと応援してるよって言ってもらえたりとか、家族もおじいちゃんとかは大学だけは卒業してくれってすごい言われてるんで、だから今も大学行ってるんですけど、それ以外は結構新聞出たりすると新聞買ってくれて冷蔵庫に貼ってくれたりとか、嬉しいなと思います周りから言われた支えになった一言とか、支えになったことでもいいですし、衝撃を受けたとかインパクトがあった一言などがあればぜひ教えていただきたいです。起業に関してじゃなくても、例えば生きてる中ででも全然いいです。生きてる中でですか？生きてる中でもっと難しい信念ですか？うわ全然考えたことない逆に難しくなっちゃった。おじいちゃんとかお父さんお母さんの存在はなんか今の話だと結構、そうですね、めっちゃでかいですね。そこからなんか親とかですかね。親父には周りと同じことするなってずっと言われてました。大学行きたいとか言うと、いや大学だって行かなくていいよみたいな、同じことしようとしてんだったらみたいなで、就職したいとか言うと本当にみたいな感じで、いつだってそれをこう責められる。だからこうレールに乗るっていうか、あんまり考えずにこの自分の進路を決めるっていうのはめっちゃこう否定され続けてきたんで、本当に自分がやりたいのかなとか、本当にやりたいのか、本当にやめたいのかみたいなことはずっと言われたし、あとは意外とこんなこと言ってるんですけど、なんか一回始めたらやめんだみたいなこともめっちゃ言われててやめんなって言われたことがあるかわかんないですけど、そういう圧力を感じるっていうかなんか僕はそのバスケの部活を幼稚園の年中から中学校ぐらいまでやってたんですけど、僕はバスケ一回も好きじゃったことなくて、本当に毎週本当に嫌だ、やめたいと思いながら、やめたいとも思ってなかったんですけど、嫌だなと思いながらやってたんですけど、なんか親父がそのやめさせてくれない雰囲気が家にはあって、どうにか楽しくするとか、逆に言い出すハードルも高いっていうか、なんかやるっていうところに関するで、親父はすぐなんかやってやめるんですけど、すぐ俺なんかギター始めるわとか言って2ヶ月後ぐらいにやめてるとかなんですけど、僕はなんかそういうふうに言われてました。やめてきたこともいっぱいあるんですけど、それなりの覚悟でやめたし、続けるっていうことに対してはずっとなんか頑張っていきたいなと思ってますはい今やられてるその事業の始めた時とかは、お父様とかはどういう反応だったんですか？どうだったかな。頑張んなみたいな感じだったかな。特に反対とかもされず？反対は全くそもそもあんまりされたことないですね。反対何かにされたことはないですね。学生でやっぱり起業されてるって、はい、なかなか多分周りにあまりいないのかなって思うんですけど、なんか周りの友達とかの反応とかってどうでした？周りの反応は、あんまり気にしてない。自分で言うのもあれですけど、多分今井はそういうことやるんだよみたいないい意味じゃないですよ、あんまり。そうだよね、今井だからみたいな感じだったような気もしますね。だから違うことやれって言われてたんで、わざとなんか違うことやってる感がみんなにバレてたのかわかんないですけど、そうだよねみたいな。で僕は僕で今ちょうど新卒2年目の年とかなんですけど、結構仕事は辛いなって思ってる時に、みんなが金曜日になると花金最高みたいなインスタのストーリーとか上げて、もう花金とかめっちゃいいやみたいな思って、僕はもう一人ノアっていうアメリカ人と、それこそ渋谷のその時行ったシェアオフィスで11時ぐらいまで仕事してて、
僕もうちょっとやるせなくなっちゃってちょっと花金したいみたいな言って彼に花金ってどこでやるんだろうみたいな一番人がいそうなとこは歌舞伎町だみたいな、まあ、ちょっと合ってるか分かんないですけどその時思ってノア歌舞伎町に一緒に行ってくんないみたいな言ってキャッチのお兄さんに話しかけられながらも知ってるお店しか怖いねみたいな言って串カツ田中に入ったんですけどですっごい寒い時でその時1月か2月とかですごい寒いとか言いながらなんかその一番端っこの席で僕とノアで、まあ、他はみんなそのサラリーマンの人たちとかあとカップルとかで僕はなんかノアと喋ることもあんまないんでなんかその人たちの話をずっと聞いて周りの話を聞いて、まあ、いいなとか思いながらですごい寒かったですよ隙間風がこう寒いねとか言いながらで右だから窓際だったんで右見たらそしたらでもなんか雪が降ってたんですよ。すごいしんみりしてる時に「わ雪だ」みたいなで周り何にも気づいてなくて俺らだけが気づいてるみたいなちゃんと周り見てるからみたいな雪だと思って「雪だね」とか言ってたらよく見たら外でタバコ吸ってる人の肺でなんかもうその時には一番仕事辞めたいのに近づいて虚しすぎてお前雪じゃないよとか言ってそのノアが多分英語でなんか「ヘイ」みたいな「アッシュだ」みたいな「これはアッシュだ」みたいな感じだった全然すいません関係ない話ありがとうございますもうめっちゃ面白い少しいろいろ出てくるって時にいやだからその花金への憧れとかそのかっこいい会社かっこいいオフィスで働くことの憧れとかそういうのは結構ずっとあって今もあるかもしれないけど楽しいですね。それこそノアさんもですし多分いろんな大人数でやられてるイメージがあるんですけれども、周りと一緒にやることの多分大変さもあると思っていてそういった面で努力していることってありますか？一つはいいこと悪いことどっちもなんですけど僕は結構性格的にテンションの浮き沈みが激しくてめっちゃやる気ある時とめっちゃやる気なくなっちゃう時っていうか不安になる時とめっちゃイケイケどんどんの時がすごいこうなるんですよね。でそれって結構代表として生きてるといろんな人のアドバイスとかいろんな人の姿とか見ること多くてで例えばじゃあこういう TSG みたいなところに行った時にこういろんなアドバイスを受けてじゃあ頑張るぞみたいになってでそれをこうチームに伝えるとするじゃないですか。そうするとこいつは急にいきなり突拍子もないこと言ってきたぞみたいなやっぱ彼らはずっと仕事してただけなんで僕みたいに何ですかねわけわかんない突拍子もないこと考えたりする環境にないんで何これみたいなる時ってあると思っててその当事者意識っていうとあれですけど僕が会社としてこうしたいみたいのが急に現れるみたいなことはないようにめっちゃ気をつけてはいます。で逆に言うとめっちゃやる気なくなった時とかに、もうこの会社もう未来ないわみたいな思ってオフィス戻るとみんなが黙々と作業してたりするとうわ未来あるわみたいな思い直すみたいなことはだからそっちの方が結構多いですね。僕は結構不安になった時に僕の中では思考がもうワン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 みたいに動いてるんですけどオフィス行くと地道にめっちゃプロダクト作ってるみたいな様子を見てこのまま頑張ればいいかなみたいな、思うことはあります。あんまり新しいことを言ってもこれいいねっていうよりかはなんでこんなことを言ってくるのみたいなそんなことないですけど、いやだから逆に多分僕が行こうって言って方向性にはとりあえず信じて行こうみたいな風に思ってくれてる人が多いからこそいつかあまりにもそれが激しすぎて、気づいたらこいつの考えてること分かんねえなみたいな風にはなんないようにしたいなと思ってます。逆に今井さんがやりたいからこれを説得したみたいなこととかってあるんですか？ありますあります。だから社長命令だとか言って急にこのプロダクトの開発やめろとか言ったりすることありますしそういうことはあったりしますね。それがあんまり多すぎないようにしないといけない。社長命令の圧で社長命令だって言って聞いてない時もありますけど全然。今今井さん学生生活もあると思うんですけど、起業って今どのくらいの割合でやってますか？会社が9割9分9厘ぐらいで、残りが学校って感じですかね。
なるほど。結構前からそんな感じですか？いや僕大学首席レベルだった時あって、 1,2 年は本当に GPA っていうんですか、 GPA っていうのは、これ本当に大学行ってた人なら驚愕すると思うんですけど 3.98 とか 3.89 かなで絶対首席なんですよ、その成績だったら。なんでそんな感じでめっちゃ大学頑張ってて、全部 S か A か忘れちゃったんですけど全部 S で、なんか B とかになった時は先生にめっちゃ抗議しに行ってなんかドン引きされたりとか、じゃあ B じゃんみたいな。単位来てるなら大学生って基本 OK だと思うんですけど、僕もなんか目標がなかったんでめっちゃやってた時もありました。ありがとうございます。そういった時にこう例えば学生生活とはいその企業の活動みたいな両立するみたいな時もありました？ありますあります。なんで、今も授業行って学校にカフェあるんですけどそこで打ち合わせしてみたいなのを繰り返したりとか、結構この間はその授業出た時になんか TSG 出てましたよねみたいな声かけられたことありました。見てました。あ、そうですそうですそうです。なんか僕も出たいと思ってるんですみたいな感じだったと思うんですけど。すごいですね。いい出会いですね。いやめちゃめちゃ。両立する時にこう苦労したこととかってあります？僕ら3人で最初会社やってて、3人とも大学の友達なんで3人で全く授業を同じやつに出るようにしてまして、誰かが休んだ時もその授業の内容を教えてもらえるようにもうずっと3人でで3人でやってたら横で仕事もしながら授業を受けたりできるんでって感じで。素晴らしいですね。同じ大学ならではの。そうですね。授業に集中したい時とかってなんかこうやってるルーティンとかってなんかあります？集中したい時はカフェに行ってます。僕は雑音がある方が周りが見てると思ってやってます。会社にいると僕の席は後ろに誰もいなくて、僕がなんかみんな見えるようになったんですけど、僕がサボってることは誰もみんなが分かんない仕掛けになってるんでサボってること多いんですけど、なんでそれもやばいと思う時、例えば原稿を書かなきゃいけないとか資料を急いで仕上げないといけないって時はカフェ行ってで見てるぞみたいな感じの環境に置くことが多いです。次に支えになった本を教えていただきたいなと思っていて、はい、何かお持ちになったんですか？いやちょっとそれを僕めっちゃその本を持ってきたいと思って、ありがとうございますこのピーター・ティールの「0 to 1」っていうのピーター・ティールの本があって、0 to 1は読めみたいな、読めって言われるんで読んだりしてました。でなんかこれはでも独占しろみたいな、競争するの独占しろみたいな、ピーター・ティールってちょっとサイコパスっぽくて僕はそんな感じになれないなと思うんですけど、0 to 1っていうのは今読んでて本当に本が大好きで、めっちゃ今はあんまり読まないんですけど、ちっちゃい時は僕ゲームの会社やってるんですけどゲームが家禁止で、そうです、テレビも家になくて、なんでめちゃくちゃ本しか読むものがなくて、一つは僕ジョン・スタインベックっていう作家がカリフォルニアの作家でノーベル文学賞とか取った、あんまり有名じゃないんですけど怒りのぶどうとか、あとなんだろうな、僕が一番好きなのはこのハツカネズミと人間っていうオブ・マイス・アンド・メンっていう本なんですけど、これすごい短編であるそのカリフォルニアすごい貧しい時期のカリフォルニアのなんか農夫みたいな人たちの話すごい悲しい話なんですけど、これは初めて英語で自分で最初から最後まで読んだ本で、学校の、日本でいう国語みたいな感じでイングリッシュっていう授業があるんですけど、これ読んだ方がいいよみたいな先生に言われて読んで、なんか別に何も自分につながるとかではないんですけどすごい面白くて、この本は日本語でも英語でも何回も読んだりとか。その本はなんかどういった部分が心に入ったなとかありますか？めっちゃ悲しい本なんですけど、これ2人の男の人の話で、1人はすっごい仕事ができる人と、もう1人は力加減が分かんなすぎてネズミをペットで飼っててもネズミを握りつぶしちゃうみたいなどんくさい人の話で、でも2人はすごい友情でつながってて、いつかこの物語のどこかでいつかジョージっていうのが、あれジョージとなんだっけ名前忘れちゃった、これうまく説明できるかなだいぶわけわかんない話なんですけどレニーだ、レニーっていうのとジョージっていうのが出てきて、ジョージのことをすごいレニーっていうのがすごいどんくさい男で、ジョージっていうのが仕事ができて周りにもすごい好かれてるようなやつで、
でもこの2人はすごい仲良くて、めちゃくちゃ貧乏なんですよ。カリフォルニアのそのすごい貧しかった時のカリフォルニアでいろんなこう牧場を転々としながら、そのことあることにこのレニーはこのジョージになんか俺らの夢を語ってくれみたいな。でそうするとジョージはなんか俺らはちっちゃい家を持って何匹かの牛を持ってみたいな話をして、でその話を聞くのはそれレニー大好きで、そのために2人頑張ろうみたいななんですけど、まあ読んでたら分かるし、その歴史のことを知ってたら分かるんですけど、彼らがそんな家を手に入れたりとか牛を手に入れることは一生できないんですよね、状況的には。なんですけど彼らはその話をずっとしながら日々を過ごしていって、レニーが大きな事件を起こしちゃったりとかしながらやって、もう最後がめちゃめちゃ悲しいんでぜひ読んでほしいんですけどはい、っていう話で、ありがとうございます。そうなんかこの夢を持つ男たちと時代が持つ残酷さみたいな、っていうのと、あとは有名な本だとテッド・チャンっていう SF 作家がいるんですけど僕はこの「いぶき」っていう本ちょっとどうやって出せば一番持ってくればよかったです。全部持ってるのに。これは「いぶき」という本で、テッド・チャンという20年とか15年に1回ぐらいしか本を出さないすごい有名な SF 作家がいて、あなたの人生の物語みたいな有名な本あるんですけど、その人のもう多分だからめっちゃ有名なんですけど、まだ3作目とか2作目とかで短編集でこれオバマがめっちゃ絶賛してたりとかしてるんですけど、この中の「いぶき」っていう短編が表題になってる短編があるんですけど、それが素晴らしく良くて、なんか人間っていうのは何が本質かみたいな、AI とかの時代とか医療がすごい発展してきてから例えば脳みそだけはその人だけど、臓器とか体とかそういうのはじゃあ他人になることも可能じゃないですか。でそういう時にそもそも人間の何ですかねその人たらしめるみたいなものがどこにあるのかみたいのをすごい考えてた時があって、でこの、テッドちゃんのこの「いぶき」っていうのは人間でいうと脳波のパターンわけわかんない話脳波のパターンそのものがその人なんだみたいな。いぶきっていうのはなんかこう常にロボットの話なんですけど、頭の上にこの鰹節みたいな鰹節みたいなのがこうヒラヒラしてるのを想像してほしいんですけど、鰹節っていうのがヒラヒラしてるもの自体が少し思考なんですよ。でつまりその風が止まると鰹節がパタッとなっちゃってもうその人は死んじゃうんですけどみたいな感じで、脳みそがあったとしてもその脳みそ自体っていうよりかは脳みそに入ってる電気信号とかが人のこう思考とかを作ってるわけで、実態がどこにあるのかみたいなのを考えさせられる本で、これはもう読んだ人しかちょっと分かんないんでぜひ読んでほしいんですけど、コンピューターサイエンス好きな人とか SF 好きな人はすごい好きだと思います。僕はなんか女の子の友達に勧めたら何も意味が分かんなかったなんかめっちゃそうだよねと思ってあんまり本を紹介するのが上手じゃないかもしれないです。ありがとうございます。いろんなことを考えられてからこその今井さんがいるんだなというのはすごい。そうですね。あと岡本太郎が僕は一番好きで。そうなんですね。はい、岡本太郎の本、岡本太郎の本が一番支えになってるかもしれないです。それが一番動画にはいいかも。毒を持て。とかですね。私もあれ好きです。めっちゃいいですよ。岡本太郎はシンプルな言葉でいっぱい強く言ってくれるんで。岡本太郎のどの本か忘れたんですけど、なんか選択肢があったら絶対辛い方を選べみたいなのがあって、それはなんか一応意識するようにしてます。はい、できてるかわかんないですけど、でもなんかまずそうなドリンクとうまそうなドリンクがあったらまずそうなドリンクを選ぶようにはしてます。ちょっと違う気がしますよね。これからの挑戦を一言で表すと、はい、っていうことをちょっと文字で書いていただきたいなと思います。今のところ考えていることなんですけど、はい、5人で世界へみたいな。これはうちのチームも5人でやってるんですけど、なんかスタートアップとかって
人をいっぱい増やして成長するには人をいっぱい増やしてやっていかなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、僕はなんか今はやっぱ本当に技術がすごい発展してきて AI とかを使うとなんかその人のポテンシャルみたいなのが何倍にも何十倍にもなるみたいな感じで、僕はなんか1年前と比べるとなんか自分の生産性みたいなのが本当に何倍にもなったなっていう感じがするので、なんかこう人をどんどん増やしていくっていうよりかはもうこの超濃い5人を AI とかを使って増幅させて5人でいけるとこまでをやってみたいみたいなのがあって、今5人とは考えられないぐらいの仕事を今頑張って取るっていう、まだ一つも納品してないのでできるか分かんないんですけど、結構大きなチャレンジとしてはまずはこの最小人数で最大のインパクトを出すっていうのをちょっと会社としてはやってみたいっていう新しいなんかこう会社運営の形みたいなのを試してみたいなと思ってます。いや素晴らしいです。これをきっと見るであろう挑戦しようとしている方に何かこうメッセージなどがあればお願いします。そうですね、だから本当に今挑戦が一番世界一簡単になっている時代だと思ってまして、一つは技術みたいなことがあって、やっぱり生成 AI とかでプログラミングできなかった人がアプリ作りたいと思ったらアプリ作れる時代になってるし、絵描けないと思ってる人が絵を描ける時代になってるし、でプラスでやっぱりTSG みたいな400字から300万って昔じゃありえないようなことが起きてるっていうところでサポートする体制もすごく整ってて、僕は東京で起業してるんですけど、やっぱ東京都は本当に本気でやっぱスタートアップ作りに行くっていうのがマジで肌で感じるので、挑戦はなんかもう挑戦しない理由を探す方が難しくなってるぐらいの感じだと今思ってます。で日本はやっぱり課題もめっちゃいっぱいあるし、でまだまだ元気もある国だと思うので、その課題をどんどん解決していければ挑戦はできると思ってます。はい、ありがとうございます。